我流です。今日はこれ、フィニッシングモーターのお話です。ロットいじりにはなくてはならない道具。先日、ガイドをスレッドで巻くハンドラッパーを自作し、動画として公開、次の動画でダイソーエポキシでコーティングする動画を出しましたが、このフィニッシングモーターがないと、肝心の仕上げのコーティングができません。この道具をご存じない方のために、簡単に説明しますと、塗りたての液体状態のコーティング液を偏らせないために、ブランクをこのモーターで長時間くるくる回しながら硬化させ、ムラなくきれいに仕上げるための道具で、竿の自作や修理などに最も必要な道具と言っていいかと思います。現在 Amazon で確認すると、この富士工業製のフィニッシングモーターは6848円、回転スピードを調整できるモデルだと11128円と結構高価です。私はかなり前にこの回転スピードを調整できないタイプを買いましたが、後悔は全くなく便利に使っています。ただ、これからロット作りを始めようという方には、このモーターの購入が結構なハードルになっていることは間違いないでしょう。このフィニッシングモーターを安価で自作できませんかというコメントは私のチャンネルでもよくいただきます。私はこの手のコメントに対しては常にこの動画を紹介しています。これは私の友人でもある達郎さんが運営するチャンネル、テレスコピックロットクラフトで紹介されているフィニッシングモーターの自作動画です。モーターとブランクを固定するチャックという部品、その他諸々の部品を購入して3000円以下の予算でフィニッシングモーターを作ってしまうというありがたい動画です。この動画の URL は概要欄を見てください。しかしながら今現在はこの自作ちょっと問題があるようです。視聴者さんがコメントで教えてくださったのですが、竿を固定するこのチャックという部品がかなり長い間品切れのままらしいのです。この富士製のチャックは細いブランクスでも太いグリップでもワンタッチでしっかりと固定することができるとても優秀な部品。この部品が品切れ状態なのはかなり痛いですね。この部分も100均でなんとか作れと言われればできないことはありませんが、かなり面倒くさい工程が多いです。きっと誰もやらないでしょう。私としては自分が体験した竿をいじる楽しさを広く知ってほしい。できればコスト的なハードルを下げてその裾野を広げたいという尊い志で動画を作っているわけですが、このチャックが手に入らない時点で自作はかなり困難だと思われます。ということで前置きが長くなってしまいましたが、竿いじりに興味はあるがフィニッシングモーターがネックで、この素晴らしい世界に入ることをためらっている方々のために、禁断の最終手段アリエクスプレスから中華フィニッシングモーターを人柱として購入してみました。まず最初に断っておきますが、一定数いらっしゃる中国アレルギーの方々、ここから先は気分を害されると思いますので、今すぐこの動画を閉じて富士工業製のフィニッシングモーターを購入することを強くお勧めいたします。概要欄から Amazon へ飛んでください。ということで、中華免疫のある皆さん、お待たせいたしました。アリエクスプレスで注文して約1週間で到着したフィニッシングモーターです。毎度よくこれで無事に日本まで届いたなと思わせる雑な梱包。早速開封してみましょう。中の梱包もなかなかですね。ペラペラのエアパッキンが絶妙に機能していません。あ、汚れてる。もはや少々のことでは驚きません。想定内です。想定内。いいですね。いかにも中華的な意感。今回このモーターを購入するにあたってアリエク内をいろいろ物色したのですが、私が見る限り多分これが機能と値段のバランスが良いかと思います。もっと安いものもありましたが、肝心の電源が中国国内用のプラグだったりしますので、もし興味のある方はお気をつけください。ちなみにこのモーターのページは概要欄にリンクしておりますので、気になる方は参考にされてください。さて、中身です。モーター本体とブランクを反対側で支えるスタンド。このスタンドは高さやローラーの位置をブランクに合わせて調整できるようです。シンプルだけどいいですね。モーター本体でまず目に入ってくるのはこのゴム。この部分がチャックになるわけですが、このカップの突起にはゴムを引っ掛け、
縁に掘られた溝のどの部分を通すかで固定するブランクの太さにアジャストするという。あやとり的というか、弾をニロクイズムというか、かなりローテクな方法です。一撃で固定できる富士製のチャックに比べるとかなりめんどくさいですが、ちゃんと固定はできますね。しょっちゅうこの作業をする人には辛いですが、たまにやるくらいならまあまあ許せる手間だと自分は思います。さて、私がこのモーターがいいなと思った部分を2つ紹介します。まず1つ目が電源。先ほども言いましたが、この手の商品のほとんどが AC アダプター、もしくは中国本土で使用されるプラグなどが使われていることが多く、買ったはいいけど変換アダプター買う羽目になった等の失敗の危険性があります。しかしこの商品の電源はこれです。 USB Type-C。 コードは付属していませんが、今のご時世であればご家庭に一つくらいはあるでしょう。これは何気に便利です。2つ目はここのボリュームのようなつまみ。そう、このモーター、回転速度調節ができるんです。なんだよ、回転調整なんて必要ないだろ。ゆっくり回ってればいいじゃないか。確かにおっしゃる通り。コート材を硬化させるだけであればゆっくり回ってくれるだけでいいのですが、コート材を塗る作業の時、回転が少し速い方が作業しやすいのです。すごく乱暴な例えですが、この中華モーターは富士製のモーターと比べた場合、11,128円の高い方と性能は同じなんです。まあ見た目はかなり違いますが。あとこのモーターは2タイプあって、天井のこのスイッチ、回転方向の切り替えスイッチがついているものとついていないものがあります。実際に数回一晩中回してみましたが、竿がチャックから外れることもなく、煙が出ることもなく、発火も爆発もせず、音も富士製と変わりなく、特にうるさいとも感じませんでした。構造がシンプルな上に、製品の耐久性や信頼度はそれぞれ使用されているモーターに依存している部分が大きいので、私の肌感覚では使用には全く問題ないような気がします。さて、問題の金額ですが、私の現在のページでは回転方向の切り替えスイッチがついたもので1677円、ついていないタイプで1510円、むちゃくちゃ安いです。ただしこの商品の送料は1355円、合計すると約3000円になってしまいますが、速度調整機能付きのフィニッシングモーターと考えればかなり安く、設定されている配送業者もアリエクスプレスでは珍しい安心のヤマト運輸でした。レビューを見る限りおおむね好評ですが、中には動かないという方もいらっしゃいました。何度も言いますが、富士製、中華製、購入判断は自己責任でお願いします。少しでも不安のある方は富士製を購入するかご自身で作るかしてみてください。約束はできませんが、いずれモーター以外すべて100均で作る動画も制作してみたいと思います。自作にこだわる方はそれまでお待ちください。ということで、アリエク中華フィニッシングモーターの人柱レポートでした。ではまた。